カンバラを聞こう。皆さんこんにちは。안녕하세요。風花です。さて、今月のテーマ酒ソングの1曲目はキム・ドンリュルさんの展覧会時代の名曲지춘친담という曲をカバーします。今日はね、まずメッセージ紹介からいきたいと思います。グマナスティさんからいただきました。先日チョン・ヘイン君とキム・ゴウンさんの映画夜の音楽アルバムを見ましたが、ユ・ヒヨル先生がモデルなのかなと思いました。名前が似ているだけなのかもしれませんが、ご存知であれば教えてください。ということで、ありがとうございます。私もね、先日こちらの映画を拝見いたしました。チョン・ヘインさんとキム・ゴウンさんはドラマトッケビ以来の共演だったそうなんですが、ドラマの中ではね、キム・ゴウンさん演じるウンタクの憧れの先輩としてチョン・ヘインさんが出てくるんですね。そしてそんな2人の様子に嫉妬したトッケビが大雨を降らせるっていうシーンがあるんですけれども、こんな映画を作ってしまったらね、トッケビが暴風を起こすんじゃないかというふうに心配になりましたけれどもまたトッケビとは全然違う雰囲気で、韓国の移りゆく時代と音楽とともにこの2人の恋愛模様が描かれる全体的に静かな映画でしたね。そしてご質問いただいた件なんですが、確かにユ・ヨルさんに一文字足したらユ・ヒヨル先生になりますよね。でもこれはね、別人でユ・ヨルさんという歌手の方がいらっしゃるんですよ。映画の OST にもユ・ヨルさんの代表曲チョウン・サラン、最初の恋という意味ですね。この曲が使われておりました。で、ユ・ヒヨル先生とは別人なんですが、ユ・ヒヨル先生の曲、トイの曲ですね。これも劇中に流れていたと思います。ちょうど同じ時代に活躍していた歌手の方なんですね。映画のタイトルにもなっている夜の音楽アルバムは KBS ラジオで放送されていた実在のラジオ番組なんですね。音楽アルバムという番組自体は1987年から始まっているそうで、それぞれ年代ごとに DJ が変わって DJ のお名前プラス音楽アルバムっていうのがタイトルになるっていうシステムで運営されている番組のようです。ユ・ヨルさんは1994年から2007年までかなり長いこと担当されていた方だそうですね。この映画が1990年代から始まって大人になってね、2000年代のシーンとかも出てくるので、ちょうどユ・ヨルさんが番組を担当されていた時代と時代背景がバッチリあって描かれているんですね。ちなみに映画の最後の方に見えるラジオを撮るシーンが出てきましたが、あの時ラジオ DJ をされていたのがユ・ヨルさんご本人です。つまりね、ご本人役で映画に特別出演されていたということなんですね。ちなみに現在もこの音楽アルバムというラジオ番組は放送が続いています。2007年からは歌手のイ・ヒョヌさんが DJ を担当していてですね、イ・ヒョヌの音楽アルバムとして KBS ラジオのクール FM で毎日朝9時から11時の枠で放送されております。イ・ヒョヌさんもかなり長いですよね。もう15年ぐらい担当されているということですね。そしてなんと日本でもこのラジオはリアルタイムに聞くことができます。KBS コングっていうアプリがあるんですけど、これ綴りは KBS KONG って書きます。で、このアプリで KBS のラジオは全部無料で、しかも韓国とリアルタイムでずれなく聞くことができます。で、ラジオはトークが早いですし、またテロップもないので韓国語の聞き取りが結構難しいんですけれども、生きた韓国語を無料で聞けるツールですので、ぜひ皆さんも KBS ラジオ聞いてみてください。意味がわからなくてもラジオの間にCM がいっぱい出てきて、その CM を聞くだけでね、なんか韓国旅行に行ったような気分になれますよ。そんなわけでグマナスティさん、メッセージありがとうございました。では続いて今回カバーする曲の話題に入っていきます。今回は지춘친담という曲をカバーしたんですけれども、
これね、日本語にするのが難しいですね。で、ハングルを漢字で表すとですね、チというのが酔うっていう字です。で、チュンが中ですね。で、チンが真実の真、ダンというのが談話の談という字になります。なので、漢字から連想するようにですね、お酒に酔った状態で本心を打ち明けるっていう意味の、四字熟語みたいな感じなんですね。で、私はこのチチュンチンダンという言葉はこの曲のタイトルのために作られた造語なのかなと思っていたんですけれども、今回調べてみたら言葉自体はね、1970年代から言われてたそうなんですよ、ね、今回調べて初めて知りました。この曲は1996年発表の展覧会の第2週アルバムストレンジャーズに収録されている曲です。作詞作曲編曲キム・ドンリュルさんということでですね、もうキム・ドンリュルワールドが、ね、深く感じられる一曲でございます。そしてこのチチュンチンダンはアルバムのタイトルトラックではなかったようなんですが、とっても人気があって愛されている代表曲の一曲ですね。で、酒ソングといえば私は一番にこの曲が思い浮かぶので、今月1曲目に持ってきました。この曲はね、表紙が86っていうのかな、8分の6拍子、みたいな感じなんですね。3拍子みたいなテイストで、ブルースっぽいようなノリがある歌謡曲っていう感じです。で、歌詞は、お酒によって男性が女性に自分の思いを告白してしまうっていうような内容なんで、原曲もね、テンポが完全に一定ではなくて、少しスイングしながら遅らせたりしてちょっと酔ってる感じを出すようになってるんですね。で、実際にこの曲でコーラスを担当したシン・ヘチョルさんという方が本当にお酒を飲んでからレコーディングをしたっていうような逸話もあるそうです。すごいですよね、このリアル感の追求がすごい。お酒飲みながら歌ったらちょっと音程とか合うかどうか心配になってしまうんですけれども、酔った感じを出した方がいいっていうことでね、お酒を飲んで録音してたそうですね。で、私は今回ね、お酒は飲まずに本当真剣に歌ったんですよ。というのもね、飲んで歌えるような難易度の曲じゃないんですね、これ。で、キム・ドンリョルさんの曲は6月のチュッカのシリーズで感謝という曲をカバーしたんですけれども、その時にね、いかにこのキム・ドンリョルさんの歌の音域が広いかという解説会をラジオでやったんですけど、この曲も音域が2オクターブ超えですので、もう酒を飲むどころじゃないです。むしろ数日禁酒して喉の調子を整えてから録音したぐらいでした。で、いつもは曲のカラオケ音源を作るときにクオンタイズといってですね、自動でリズムを一定にするっていう機能を使ってるんですが、この曲は逆に一定だと雰囲気が出ないっていうことで、ちょっとスイング感を出すためにですね、AI があえて人間らしくずらしてくれるっていうヒューマニズムっていう機能を使っているんですよ。いや、本当に面白い時代ですよね。一旦バッチリ機械的に合わせてから逆に AI がちょうどよくずらして人間の演奏っぽくしてくれるっていう機能が今あるんですよ。なので今回ね、それを初めて使ってみました。ではね、歌詞の内容紹介に入っていきます。最初 A メロの部分は、自分は酔ってるかもしれない、朝になって今日のことを思い出して不安になるかもしれないけど、今夜は絶対君に言わなきゃならない言葉があるんだっていう描写から始まります。すでにもう酔ってますよね。酔ってるかもしれないっていうか酔ってるんですよ。酔って気が大きくなって、もう今日絶対告白するぞっていうところから始まります。そしてね、今日は B メロから歌詞紹介いきますね。언제나 네 앞에 서면、 いつも君の前に立つと준비했던 말도、 準備していた言葉も왜 난 반대로 말해놓고、 なぜ僕は反対に言っておいて돌아서 후회하는지、 思い出して後悔するのかっていうね、描写が出てきます。多分これまでに何度もシラフの状態で伝えようって思ってたことがきっとあったんでしょうね。でもいざ彼女を目の前にすると反対のことを言ってしまう。これ韓国ドラマあるあるですよね。だいたい1話から6話ぐらいまでこの状態じゃないですか、どのドラマも。
で7話8話ぐらいからこう真実を打ち明けていくみたいなところがあるんで、この曲は本当7話ぐらいでかけてほしい曲だなと個人的には思ってますね。そして B メロの最後の歌詞です。이젠 고백할게今こそ告白するよ처음부터 널 사랑해 왔다고最初から君を愛してきたんだとですよね。いやこうなるんですよ。ここでね、7話ぐらいでだいたい1話のね出会いのところからもうそこから愛してたんだっていうのが出てくるこのドラマあるあるですね。そしてサビの部分の歌詞いきます。이렇게 널 사랑해こうして君を愛している어설픈 나의 말이ぎこちない僕の言葉が촌스럽고ダサくて못 믿어도信じられなくても그냥 하는 말이 아니야ただ言う言葉ではないんだっていうんですね。このただ言うっていうのは多分口先だけの言葉じゃないよと、本心でそう思ってるから言ってるんだよっていうことを強調しているような歌詞になっています。そしてサビの後半두 번 다시 이런 일 없을 거야二度とこんなことはないよ아침이 밝아오면朝になったら다시 한번 너를 품에 안고またもう一度君を胸に抱いて사랑한다 말할게愛してると言うよということでですね、なんとワンコーラスでサランゲワードが3回も出てくるんですよ。サランゲワッタゴとか이렇게 너를 사랑해 사랑한다 말할게ということでね、愛してるを連発するもう濃厚な歌詞でございます。では曲を聴いてみてください。김돈률さんの지준 진담をカバーしました。はい、いかがでしたでしょうか。まさにキム・ドンリュルさんらしいドラマティックなメロディー展開ですよね。この曲を紹介しているブログを拝見して面白かった文章があってですね、ちょっと紹介したいんですけれども、素人はチチュンチンダンを二次会のカラオケで歌ってはいけません。事故る可能性も高いです。この歌が素敵なのはキム・ドンリュルさんだからですって書いてあって笑ってしまったんですけれども、キム・ドンリュルさんって私の個人的なイメージではすごく仕事ができて優秀で、かつ繊細な感性を持ち合わせている方というイメージなんですね。だからそういう完璧に見える男性がお酒でちょっと酔ってほころんで思わず告白してしまうというところにこの曲のエモさがあるわけなんですよ。普段ガードが硬そうな人がポロッと緩む感じ、そこで出てくる告白みたいな感じですね。できっと先ほどのブログの文章も素人はこの曲を歌うなっていう意味じゃなくて、キム・ドンリュルさんの完璧さがベースにありつつこの曲をこうやって歌ってくれるからこそ表現されるその世界観が魅力的な曲なんですよっていうことだと、私はね解釈しました。今日はねチチュンチンダンという曲を歌って紹介しました。今日 YouTube に歌ってみた動画が上がります。 YouTube の方は韓国語歌詞を動画内に表示しています。その他の外国語字幕は YouTube 字幕の方でお楽しみください。また概要欄の質問箱からメッセージや質問リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも大丈夫です。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。